今回は朗報、キャプテン、梅澤美波に対するオタたちの反応をまとめてみました。それでは、どうぞ。おめでとう。副キャプテン誰やんの？まゆたん？バランスは良さそう。副キャプテンはキャプテンが卒業時期ある程度決まってからの引き継ぎのための役職なんだわ。桜井の時は存在しなかったし真夏の時も途中でいきなりできた。キャプテン交代してすぐに副キャプテンなんて必要ないんだ。その理屈でいくと佐々木組の卒業はまだ当分先の話か。梅澤卒業の1年くらい前に任命じゃないの。桜も松田就任を、副キャプ置いてない。立ち位置や候補的には田村が現状それっぽいな。梅と同じ年齢っていう時点で割ときつい。梅がいる限りは副キャプテン作らないと思うよ。問題は副。早川とか田村だったらもうね。平気で2期をすっ飛ばすとは。もういなくなったのにいつまでそんなこと言ってるんだ。まゆたんだと思う。梅頑張れー。応援するで。乃木坂復活か。あんだけ名前出されてた久保が空気なのくさ。副キャプはすぐに決めなくてもいいよ。5期が育って梅が卒業近くなってから任命すればいい。秋元よりはるかにいいよ。イエーイ梅を好きでよかった。まゆたむがキャプテンで梅そのまま副でいいと思ってる。3期や5期にもうまくやれそうだし。キャプテンは通常年功で後輩で流行りにくいから当然無理。梅沢の見た目めっちゃ好きだけどキャプテンなったら乃木坂終わると思う。アホやもん。キャプテンの一番大事な仕事ってグループを代表してコメント出すことだから、そういう実績ある面しか選択肢にならない。田村みたいに同期の中だけでまとめてるのとはレベルが違う話。外に向けてグループを代表してコメントしたことないでしょ。なんで梅沢ってこんな支持されてないの？言動とか普通じゃん。体育会系リーダーを乃木坂オタクは望んでないから。普通じゃないよ。相手が求めてるコメントを端的に発することができない印象。こないだの神宮の時も端的に言えないから江藤アナに聞き直されてたじゃん。茶化して遊んでるだけで梅沢は大方のオタに信頼されてるよ。どっちかっていうと乃木坂のキャプテンはどこかちょっと抜けているところがあって副キャプテンや周りが支えて一体感が生まれていた気がするけど梅の場合はしっかりしていてそうはならなそう。梅は圧があるから後輩メンバーが萎縮しちゃうでしょ。副キャップは林瑠奈ちゃん。MC やってんの梅田村のパターン多いし副キャプテンやるなら田村やろ。意外に書きでもええ気がしてきた。ありだと思うよ。コメントもできるし。エースルートのメンバーはキャプテンにはしないだろ。山下与田遠藤柿井上は絶対にないよ。会社や部活、アイドルだと AKB と違って、抜けてるキャラがキャプテンなのが乃木坂らしさを生み出していたと思うから、梅になると雰囲気変わるんだろうな。梅はまず一人ずつ全員と食事して話を聞こう。圧はすごいが歌唱力も学力もないキャプテンってどうなの？真夏は歌再開、ダンス再開でもコミュ力だけで慣れたから。学力があるとなんとなく抑えが効く感じするやん。内閣の大臣でも学歴書かれてたりするだろ。真夏は頭はそこそこいいだろ。梅沢はバカすぎきてやばい。梅はコミュ力が一番心配。久保副キャプテンとかはないか。後輩のこと考えると眉単なのか。うろたえるな。梅が学力ないのは外の人間はほとんど知らんから心配ない。梅沢の次のキャプテンは5期でしょ。2年後くらいに誰かが副キャプテンに指名されると思う。で、その2年後くらいに梅沢が卒業するときに就任。ついに3期の時代来たな。乃木坂を代表してコメント出す以上は最低限の知能は欲しいよね。副キャプテンは黒身でいいよ。大河女優にキャプテンなんて雑用はやらせないでいい。あの子は肩書きなくても勝手に後輩の面倒見るから。小川屋も圧がどうたら言ってるけど本当は怖がってないんやろ。梅沢が後輩と〇〇したってエピソードマジで聞かないよな。副キャプテンあるとしたら久保は田村の2択やろ。副キャプテンは次のキャプテンとしての自覚を持たせるための役職だからそいつらは絶対にない。
梅沢があと5年ぐらいはキャプテンをやるとしたら2、3年後ぐらいに5期生の誰かを副キャプテンにするぐらい。梅沢は乃木坂に長居しそうだから、副キャプテン置くとしても同じ年の眉炭はなさそうなんだよな。気を考えないなら2つ下の久保でいいと思うんだけど。梅ってそんなにアホなの？安住紳一郎とトークして破綻しない程度の会話力はある。安住紳一郎があまりにも有能なんやで。梅のスレ見たら未だにアンチ行為をしてる人間がおるからな。へこき虫だわあれは。梅さんトーク上手くなったやん。ツッコミも上手いし。後輩には遠慮しちゃうかもだが本人が一番気にしてるし改善してくだろ。梅キャプはありだよな。緩んでるし思いっきり圧制してほしいわ。ありも何も2年前からこの日に備えてキャプテン教育してたんだろ。本来なら入ったばかりの新人はキャプテンなんて怖くて自分から話しかけるなどありえんやろ。副キャプは比較的若めで5期生から一番尊敬されてる久保でええやん。もう梅ちゃんしかいない。乃木坂の未来はここにかかってる。久保は頭良すぎて危険な気がする。久保はリーダーとかそういう絵じゃない。副は久保だな久保しかいない。固いグループになりそうだよ。トップダウン式になりそうだからな。そしたら今までとはガラッと雰囲気変わるだろうな。大河女優に余計な仕事はさせないでいい。副キャプテンは島育ちの私じゃないとね。久保しおりはキャプテンじゃなく学級委員長みたいだわ。中学の時毎回学級委員に立候補して毎回落ちてたってエピソードを聞いて久保に狂気を感じたわ。書きをアップデートするために役職やらせた方がいいかもしれない。副キャプテンがある程度柔らかい人じゃないと、マジでガチガチの体育会系乃木坂を作り上げかねない。副キャプは梅沢の次の次期キャプテンとしての自覚のために与える称号だから4期の若いメンバーか5期生しかないよ。梅沢の梅沢による梅沢のための恐怖統治。ここに開幕。キャプテンが体育系でビシッと行くならまあそれでいい。しかし副キャプテンはそのクッションになって歩くメンバーに接することができる人じゃないとな。西の卒業以来の下降局面。梅沢の体育会系路線は乃木坂のそれではないと思う。山下や久保は朝ドラ大河女優っていうの南野はリバプール所属だったからすごいって持ち上げてるのと同じよね。それすぎる。3期はそんなんばっか。4カス悔しそう。梅沢もう24だし遅すぎる。真夏キャプテンも26歳でなったし大丈夫。同期に甘くならないかが。もうとっくになっとる。3期の思い出選抜やりそうだな。まずは中村からだろう。思い出選抜なんかとっくの昔に終わってるが何言ってるんだ。2期と同じでここまで選抜ゼロはもうない。それは2期がそういう気だからかと思う。3期は2018年工事中に出まくったり乃木ビンゴやったり、それなりに押されてた。体育会系にシフトしよう。キャプテン就任時の真夏と比べると、知名度も格もだいぶ落ちるキャプテン就任になるな。文化系乃木坂の終焉。体育会系乃木坂の幕開け。ちょっとでも周りが言うこと聞かないと顔真っ赤にしてわめき散らしそう。松井樹里奈みたいに。昔の3期って全然言うこと聞かなくて3期学や小学校とか動物園とかに例えられるほどだったのにまとめ役投げ出しもせずキレもしなかった梅沢が弓木林のようにいじってくれる後輩をうまくいじられ役として立ち回れるかだな。副キャプテンの任命はあるのかな？個人的には誰かやってほしい。梅沢一人は後輩とのコネクションの薄さ的に不安。副キャプテン候補だとすると無難に久保片村だろうけどな。4期に関しては他にも候補はいそうだし。誰も辞めない3期の記録伸ばせるかな今年も？梅は縦のコミュ力あるん。あまり後輩とのエピソード聞かんけど久保片村副にした方がええやん。AKB の横山みたいに没落させる一員にならないようにとお願いするしかない。アスカと秋元と鈴木の空いたところに井上、菅原、川崎かすっぽりかわかりやすい。どうあがいても今後はうちら乃木坂下り坂になるよな。配線処理を任せられるのかわいそうな気もする。桜坂の松田だって同じ立場よな。
桜坂は乃木坂よりももっと崖っぷちだし。乃木坂なんてまだいい方。アスカ、真夏が卒業しても戦えるメンバーはまだたくさんいる。人気に目をつぶって、リリアを起用すべきでは？スキルもありいじられキャラもこなせるという、キャプテンにはうってつけの人物。目をつむれないぐらいには人気がないのでちょっと。それで聖域が一枠増えたら怒るやろお前ら。桜井も真夏もそこそこは人気メンバーだったし、キャプテンは人気面とか貢献度が重要だからな。リリアはまとめることはできそうだけど人気面を考えればキャプテン像はない。梅って副キャプ時代にもっと変わって欲しかったけどな。運営も準備期間のつもりで副キャプにしたんだろ。なのにそういう気配がない。もっと後輩と絡めよ。梅沢に文句言うなら自分の態度を改めろ。梅沢は人一倍真面目で謙虚で姿勢がいい。コミュニケーション力はあるし、運営からも評価されている。副キャプテンは任命せずとも白石橋本のように自然と誰かがやるのが理想。梅沢はキャプテンとしては壁にぶち当たることになりそう。梅ってかなり不器用なタイプだと思う。真面目すぎるのよ。真夏みたいに潤滑油になるタイプではない。田村あたりに補佐させた方がいいと思うけど田村もちょっとヤンキー気質あるから番長と射程みたいになるかもしれん。梅さんとか呼んでるしでも安定して選抜入る潤滑油的存在ってそういないよな。やっぱ田村になるか。梅沢なら今までのキャプテンにはなかった厳しさを出してくれそうだし、バレンタイン一個を見る限り後輩へのご機嫌取りもしないから嫌われ役もやってくれそう。スキャンダルに対して厳しくしてほしいところだね。今のところ同期の余代の対応を見る感じあんまり期待できんが。正直誰がキャプテンやっても同じだろとは思うけどデメリットの方が多い貧乏くじポジのキャプテンを引き受けてくれるのは他の歌からするとありがたい。梅があと5年もいるとは思えないから5期へのつなぎのキャプテンで眉単にする可能性もあるんじゃない？梅と同い年だって。田村の年齢分かってないやつ多くて笑う。本当に乃木オタなんだろうか？ A 級副陣確定の一番美味しいポジションなのに貧乏くじとは。正直梅沢は無理だと思う。乃木坂のキャプテンはおっとり系メンバーのがいいんだよ。順当に綾音がいい。見たいっちゃ見たいな、鈴木キャプテン。初期の映像と照らし合わせたら感慨深いだろうな。確かにキャプテンをサポートするような体制の方がまとまりがいいと思うよね。桜井も真夏もそうだったし。年功で決めるなら綾音さんだろうが。怪しいだろ。梅がキャプテンで大丈夫かな。なんか強すぎんだよな。今まで乃木坂の歴代キャプテンは決してキャプテン気質の人ではなかったからな。乃木圧46の始まりか。今年はさくちゃんも威圧感を身につける努力するらしいですよ。遠藤は人の上に立ったことなんてなかっただろうから威圧感とか変なことを言い出す。まず凪と可愛く絡むところから始めろ。ああ見えて体育会系。卓球部だが。ガキカスはアンチの中でもかなり立ちが悪い。そんなガキカスって2020年からの乃木オタでかなりの新規それまではケアオタだったとか。ガキって言われてるけどおっさん。キャプテンは梅沢でいいと思う。一番しっかりしているし頼れる存在。眉単マジアホだからあんま期待しないでね。梅と久保のダブルキャプテン制でいいよ。体育会系がキャプテンは良くない。柔らかい人がキャプテンをやり、梅は副キャプテンの方がいい。日向坂が欅坂桜坂と同系列でありながらスキャンダルが少ないのはキャプテンの佐々木久美の強い統率力と人格者のおかげだろう。メンバーに強く言えるメンバーが他にいるから、弱いキャプテンでも成り立ってきただけで、そんなメンバーがいなくなった今は強いキャプテンにしないと崩壊する。ちゃんと準備期間を設けるところが乃木坂らしくていいね。だらしないメンバーには容赦なく梅の鉄拳制裁か。久保希望&予想していたけど今の風紀ゆるゆるの乃木坂を立て直すには梅が適任かな。頼むぞ梅。今後のことを考えれば同期からなんだあいつって思われるくらい4期と関係良くしておかなければならなかった。そういう意味では適任だが久保をどうでもポジションではずらわせたくない。
まず与田の件を真摯に対応しないと口だけだと思われたら終わるぞ。もう終わったこといつまでも騒ぐのはじじいだけ。与田に関するコメント出すまで梅は信用しない。下手にキャプテンシーやりますって感じのことを歌に見せようとするとどこかの総監督みたいに炎上しかねない。外ではなく内に対してやることやればいい。年齢バランス的には久保垣世代にやってほしいけどな。初代も2代目もキャプテンなんてお飾りだったのになんで3代目だけこんなケンケンガクガクとしてんの？やってんのが梅だからだろ。アンチ多いよ。以上、朗報、キャプテン、梅沢みなみに対するオタたちの反応でした。レイカ、マナッタンはポンコツ感強いから梅とはキャラ違うけどキャプテン頑張ってほしい。よければコメント、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。